聴いただきありがとうございます。スローキャンプです。しばらく動画をお休みしている間に100均キャンプギアの新作が大量に発売されており、昨年は見かけなかった新しいブランドも見かけるようになりました。まさにキャンプブーム活況です。今回はキャンドゥで見かけたマッティというクマのマークが特徴の100均ギアにフォーカスしてみます。製造元は大阪府にある松野工業というメーカーで、輸入雑貨を中心に展開している会社です。今回紹介する商品は全てが110円の商品。シリーズで揃えるとチープ感をあまり感じなくなるのは気のせいでしょうか。それでは早速行ってみましょう。まず最初にご紹介するのは PU レザーの OD 缶カバーです。 PU とはポリウレタン樹脂のことで、いわゆるフェイクレザー。レザー風で見た目は革っぽい質感です。カラーは2色展開で、赤茶色っぽいカラーとブラウンカラー。継ぎ目のステッチがなんだかアウトドアっぽいです。裏地はベロアでしょうか。モフモフした感じになっています。前面にはクマのマークの刻印。マッティとは泥だらけという意味です。泥だらけの森の番人ということですね。そしてこちらがブラウンカラー。裏地は同じようにベロア生地です。OD 缶カバーと同じ素材のマットです。おそらく2色展開だと思いますが、ブラウンカラーの在庫はありませんでした。以前 G ベルキャンプさんから提供いただいた本革の OD 缶カバーとダイソーで購入した OD 缶カバー。ダイソーの OD 缶カバーはよく考えて作られているなって思いますが、糸のほつれとか気になりますし、キャップがうまく閉まらないのもいまいちで、残念ながらフィット感ゼロです。カバーをつけたままでもキャップに干渉しないのはダイソーと異なる点で、サイズ計測が間違っているんじゃないってレベルで緩すぎて、このような仕様では誰にもおすすめできそうにありません。先ほどのブラウンとは打って変わって、はめ込む時に程よい抵抗感があり、絶妙なフィット感。そうそう、このフィット感を待っていました。どうやら先ほどのカバーは不良品だったようです。キャップを通す穴の径がキャップより一回り大きいので、 OD 缶本体が一部露出しています。丈は文句なしにぴったり。個人的にはダイソーの OD 缶カバーより見た目は好みですね。でも OD 缶カバーってなくてもどうにかなる部類のアイテムです。どうしても安く OD 缶カバーを導入してみたいのであれば、ダイソーよりマッティの方がよりアウトドア感があるので、外れを引かなければこちらの方がおすすめです。ただし PU は加水分解するため長くは使えないので、経年変化を楽しみたいということであれば少し価格は張りますが、最初から本革のカバーを購入することをおすすめします。それにしてもこのブラウンカラーはひどいです。返品できるのでしょうか。OD 缶カバーと同じようにマットの裏地もベロア生地です。ダイソーのスクエア収納ボックスの蓋を合わせてみます。短辺側に隙間ができますが、長辺側はちょうど良いサイズです。頑丈ボックスのミニサイズの蓋です。こちらは少しマットの方が大きめですが、カッターで簡単に加工できそうなので、今度時間があったら試してみます。キングキャンプの小型のローテーブル。よくある天板が2つに分かれるタイプの組み立て式テーブルです。最
キャンドゥからも同じ形のテーブルが税込み1430円で販売されています。 OD 缶カバーは標準サイズ 250g タイプのみ販売されています。続いては折りたためる鍋敷きです。もちろんこちらも110円の商品。見た目はスタイリッシュで、折りたためばコンパクトに収納でき、展開も簡単です。このように立てておけば場所も取りません。ただそこまでコンパクトかと言われると、キャンプ用途では少しかさばるかもしれません。どちらかといえば自宅で使う用途の方が向いている気がします。素材が ABS 樹脂の記載があり、耐熱温度は150度まで。焚き火でガンガン熱したスキレットやダッチオーブンを置くと間違いなく溶けるので注意してください。バーナーやコンロを使ったちょっとした料理程度であれば問題なく使用できるはずです。続いてはカトラリー収納ケースです。ロングポーチとありますが、特に尺が長いわけではありません。色はサンドカラーで、他のキャンプギアに紛れても違和感なし。材質はポリエステルですが、生地に厚みがあってクッション性があります。1人分のカトラリーであればちょうどよく収納可能です。ソロキャンプ用にいいかもしれません。クッション性があるので、外の火の戸用の収納ケースにどうでしょうか。今はケースなしモデルは廃盤になって、ケース付きモデルのみが販売されています。少し上の方が余りますがクッション性があるので、火の戸の収納ケースとしても活用できそうです。最後にメスティンの周辺商品の紹介をします。今回紹介する商品に限らず、他の100均でもメスティン関連の商品は溢れています。こちらはメスティンに収納可能なまな板。素材は木としか記載がありませんが、見た目よりもずっと軽くて、おそらく霧なのではないかと思います。こちらは竹製のメスティン用の蓋です。こちらもまな板として使用できます。先ほどの木製のまな板に比べてずっしりと重量感があります。どちらも1号用メスティンにぴったりの商品です。1号用メスティンはダイソーやキャンドゥで550円で販売されている小型のメスティンです。ちなみに木製や竹製の商品はキャンプで使用した後はしっかりと乾燥させないと黒カビが発生します。比較的竹製の方が水はじきも良いので、ついつい手入れを怠りがちですが、アマニ油やエゴマ油などの完成油でオイルフィニッシュをしておくと、まな板の表面を保護し、カビにくくなり、シミや汚れもつきにくくなります。オイルフィニッシュというと難しそうに聞こえるかもしれませんが、オイルを垂らして拭くだけなのでとっても簡単です。ダイソーにも小分け袋ですがアマニ油が販売されているので、気軽に試すことができます。竹製のメスティン用の蓋はメスティンの本体サイズよりも少し大きめに作られています。手入れは正直面倒という方はダイソーからプラスチック製のまな板も販売されています。薄くて軽いのはもちろんですが、湯切りができる穴が開いています。メスティンで蒸し料理をするならこのような網も必須です。こちらも100均で手に入ります。専用商品なので当たり前ですが、これだけ綺麗にスタッキングが決まると気持ちいいですね。蓋はお留守番ではなくメスティンの底面にセットしておくことができます。このように簡単には外れません。クッカークリップがあればメスティン本体で炊飯をしながらメスティンの蓋を使ってちょっとした調理をすることもできます。